手紙ありです。こんにちは。今日は何回か連続してお役立ち情報系の動画をお届けしてきたんですが、今日はちょっと一休みしたくて、編み物しながら、特にお役立ちでもない雑談をしながら撮っていくっていう感じになると思います。なんか編み物が出てくる映像作品のお話とかしようかなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは始めます。今編んでいるプチニットさんのキューミュラスティがここまで来ました。本当だったら袖分けしてまずは身ごろを全部編み切ってから最後に袖を編むっていう流れなんですけどね。糸が足りなくなることはないぐらい糸の在庫はあるからいいんですけど、まずはこのネックラインの仕上げとか、袖とかをバランス見て編んでから、最後に何回か試着しながら身ごろの長さを決めていこうと思ったので、こんな感じで、まずは袖を仕上げるところまでやってみました。で、一回試着してどんな感じか見たいので、スチームアイロン用意して、少しだけ編み地を整えて試着しようと思ってるんですけど、これ今ね、身ごろがちょうど糸玉が一つ終わったところで止めているんですけど、多分着たら、胸のちょっと下ぐらいになるかなっていうところまで編み進められています。ちょっとここまで進めて思ったのが、この糸、浜中さんのソワイレーヌっていう糸を使っているんですけど、ウールとシルクの混紡糸なんですね。で、ちょっとサラッとした質感で、ひんやりとまではいかないんですけど、春夏っぽい糸なんですね。で、これ編んでみて思ったのが、編み地が揃いにくいなと思って、編み目が結構乱れちゃってるので、一度スチームをかけて、どんぐらい揃うかなっていうのも見たかったので、やってみようと思います。やっぱ水通ししないと編み地は整わないっぽいですね。でもちょっと試着しようと思います。はい。試着してみました。ちょっと、着てるものの上から着ちゃったんで、ちょっとモコモコしちゃってますけど、キューミュラスティね、だいたいパターン通りに編んでるんですけど、アームホールの目数だけ、パターンよりちょっと増やしました。私のたくましい二の腕、パターン通りだと入らない恐れがあって、ちょっと腕の太さを太くしてみましたが、多分パターン通りでも全然入ったかなとは思うんですけど、ちょっと暖かくなってきた頃に着るんだったら、この辺ね、余裕あった方がいいかなって思ったので、大きくしてみたんですけど、いい感じですね。これから編もうかなって思ってる方にはどんな感じかイメージつかめるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。じゃあ、
こっからはどんどん見頃のメリアス砂漠を編んでいくだけなので、動画撮りながら編むにはほんとちょうどいいフェーズに入ってますね。早速編んでいこうと思うんですけど、今ね、先日買ったニットプロのマインドフルで編んでるんですけど、この針とケーブル単品で買ったんですよ。なのでね、全部収納するケースとかないので、ちょうど、これ見てください。なんかセットであったかのように、すごいマッチした色合いの巾着袋がたまたまうちにあったので、これに収納してるんですけど、なんかこういうパッケージとか捨てられなくて、とりあえずこの袋の中に全部入れちゃっていて、で、ケーブルもね、5種類単品で買ったので、それぞれにこのキーとストッパーがついてるので、キーとストッパーの小袋だらけなんですよ。なんか、パッケージとキーとストッパーの袋だらけになっちゃって、今んとこすごい出し入れがめんどくさいので、何かしらね、ちゃんと整えたいと思いつつ、なんかなあなあにこんな形で使っちゃってる現状です。編み物ケース結構探すと、アミリスさんとか、K2 トブヤーンさんとかでカスタムできる編み針ケース売ってるんですけど、まだどれにしようか全然決められなくて迷っているとこなんですよ。なんかどれにしようか決まらないまま、ずーっと今のまんま使い続けそうなので、早めに編み針ケース買わないとなと思っている今日この頃です。それで私このパターンで初めてアイコード止めというものを知ってはいたんですけど、初めてその技法を自分で編んだんですけど、なんか誰かすごいアイコード止めが好きっていう方が、SNS のやりとりの中でいらっしゃったと思うんですね。私その人の気持ちがようやくわかりました。アイコード止め楽しいですね。それで、なんか、その方が言っていたのかどうか記憶が曖昧なんですけど、なんかアイコード止めをしているときに、いつも頭の中に流れる曲があるっておっしゃってたか、自分でそう思ったのか忘れちゃったんですけど、なんか、アイコード止めって、3目新たに目数を増やして、その3目を編みつつ、目を減らしていくっていう、こう、行ったり戻ったりしながら進む感じじゃないですか。なんで、その感じがなんか、編んでると、一人でに、あの曲と結びつくんですけど、わかりますか？何の曲か。365歩のマーチです。ちょっと昔の曲っていうか、まあまあ古い曲なので知らない方もいるのかな、中には。3歩進んで2歩戻るやつです。アイコード止めの進め方が本当あの曲とシンクロして、なんか、やっている間ずっとあの曲があの曲のあのフレーズだけ流れるんですよね。わかるっていう方、手を挙げてください。そこのあなたですよ。つい先日、用事があって、都内の方に出る機会があって、車で出かけたんですけど、その目的の用事の時間まで
早く着きすぎて時間が余っちゃって、なんか夫が気を利かせてくれて、じゃあ前に行ったことあるあの毛糸屋さんでも寄ってみるって言ってくれたんですよ。で、なんか私は、半分嬉しいけど、半分迷惑っていうか、迷惑って言ったら申し訳ないけど、なんか、わかりますか？この複雑な乙女心じゃなくて、ニッター心。この間からずっと、在庫の消費キャンペーンやってるって、たびたび言ってきてるので、お分かりになる方、いらっしゃったら嬉しいんですけど、なんか、毛糸屋さんに寄れるのはめっちゃ嬉しいんですけど、せっかく減らしてんのに、また増やすのかなと思って、だって、毛糸屋さん行ったら絶対買っちゃうじゃないですか、何かしら。と思って、なんか複雑な気持ちのまま、アミリスさんにね、連れて行ってもらえたんですけど、でもなんか、時間が余ったとは言うものの、そんなじっくり見て回れるほどの時間はなかったので、まあ、どれぐらいいたかな？ 30 分ぐらいかな？寄れたと思うんですけど、やっぱ、アミリスさんの品揃えってそんな30分ぐらいで、はいこれって決めて買えるような価格帯じゃないじゃないですか。なので、やっぱちょっと、ひよっちゃって、何も買えなかったんですよね。いや別にいいんですよ、それで。目的もなく糸買っちゃダメって自分に言い聞かせているので、最近。もう全然それでいいんですけど、なんか、ちょっと訪れない間に、新しいブランドの糸とかすごい増えてて、私が前から欲しいなって気になっていた糸が何種類か店頭にあって、ものすごい欲しくなったんですけど、もうなんとか我慢して帰ってきました。なのでね、なんか、まだ買うには早いと思ったんですよ。このキュービラシティだいぶ消費したんですけど、それでもまだ、ソワエレーヌの毛糸20玉買っているので、そのうちの半分ぐらいしか使い切らないと思うので、いや、まだ買ってはダメだと思って我慢して帰りました。今日はオープニングでお話しした通り、編み物関係の映像作品をいくつか紹介したいなって思っているものがあるので、その話をしようと思うんですけど、私以前確か、ソックニッターまゆみさんの動画で、編み物関係の映画のご紹介っていう動画を見たことがあったんですよね。で、その時紹介されていたのが、私が見たことあるやつだと、ヤーンっていう海外の映画と、あと、日本の作品で、彼らが編むときは、だっけっていう2作見たことあるやつご紹介されていて、なので、それは除いて、違う作品をご紹介しようと思っているんですけど、よかったらまゆみさんのその編み物関係の動画紹介も概要欄に貼っておこうと思いますけど、私が紹介したい編み物関連の映画っていうのはですね、そんな別に編み物がメインの作品っていうわけではないんですけど、2つあって、1つが海外の作品で、もう1つは日本のアニメの作品なんですけど、アニメの方はもうすでにピンときた方もいらっしゃると思うんですけど、
千と千尋の神隠しですね。これつい最近 YouTube 始められた SNS で交流のある編み物仲間さんのお一人が、動画でいつもそばに置いている道具でちょうどその編み物のシーンが出てくる場面をモチーフにした小物を使っていらっしゃるんですけど、ちょっとしか出てこないんですよ、編み物の場面。でもすごい印象的で、ほっこりするシーンですごい大好きなので、まだ見てない方いるかな？ジブリ作品なのでね、もう結構な方がすでに見たことあるとは思うんですけど、そんな意識してなければ編み物のシーンが出てくるっていうのを、もしかしたら覚えていないというか、スルーしてしまっているかもしれないので、もしよかったら、機会があったら見てみてほしいなと思うんですけど、顔なし、あんまり詳しく言わない方がいいのかな。でももう超有名な作品なので言っちゃってもいいか。顔なしが編み物してるっていうシーンなんですけどね。顔なしのキャラって千と千尋、ちゃんと見たことない方でも、なんとなく想像、イメージありますよね。なんていうか、承認欲求こじらせた系の騒動を巻き起こすっていう簡単に言うとそういうキャラクターなんですけど、その顔なしがゼニーバのところに行って、正気を取り戻すというか、本来の自分を取り戻すみたいなシーンがあって、その時に象徴的に使われているのが、その顔なしがゼニーバと一緒に編み物をするっていうシーンなんですけど、すごいほっこりするし、編み物のいい側面をよく表している素敵なシーンだなと思ったので、紹介しようと思いました。もう一つが、これもまた別に編み物がメインの作品というわけではないんですけど、こっちも超有名、名作映画なんですけど、編み物をするシーンがあるって覚えてる方、少ないんじゃないかなと思うんですけど、ニューシネマパラダイスっていう映画です。これもね、本当にいいシーンで、できれば作品の中でどんなシーンか確かめてほしいんですけどね。見た時の楽しみを失わない程度に説明すると、編み物をする時に絶対避けて通れないほどくっていう作業がありますよね。その編んだものをほどくっていう、ほどくというかほどけるっていうのを、時間の積み重ねとか、そういうものを象徴するモチーフとして使っているすごい素敵なシーンなんですよ。編み物していてほどかなきゃいけない場面って結構、っていう残念な気持ちでその作業をするのが普通だと思うんですけど、映画の中ではこんなに素敵なシーンになってるんだって思って感動したので、ぜひ一度見てほしいなと思います。ニューシネマパラダイスはその編み物シーン以外ももう本当に素敵な作品なのでね、
ぜひ一度、まだ見たことないよっていう方は、見てみてください。でね、実は私、その、編み物が登場する映像作品っていうテーマで、一個動画作ろうかなって思ってたんですよ。なんだけど、そんなに編み物が登場する映画を覚えてなくて、なので、ちょっとチャット GPT の力を借りて、もしその自分が見たことある作品で、まだ編み物が出てくる映画、忘れてるのがあったら確かめたいなと思って質問したんですけど、回答してくれたのが、ララランドだったんですよ。知ってますか？ララランド。アカデミー賞受賞してたっけ？最近の結構有名な作品だと思うんですけど、私ララランドを見たけど、編み物シーンなんかあったっけって思って、絶対ないとは言い切れないぐらいの記憶だったので、それでちょうど Amazon プライムでも、無料配信していたので、見てみたんですけど、普通に全然編み物シーンなかったんですよ。おーいって思ったんですけど、でもね、ララランド改めて見たらめちゃくちゃ感動して、めちゃくちゃ号泣したので、結果オーライなんですけど、編み物は出てこなかったぞっていう話です。あともう一個だけ紹介したいのがあって、これは映画じゃなくて、テレビアニメなんですけどね。これは編み物が出てくるシーンを探して見たっていうわけじゃなくて、たまたまなんかリバイバルみたいな感じで、これもプライムビデオで無料配信期間中だったので、なんとなく懐かしくて見てたんですけど、笑うセールスマンに編み物の回が出てくるんですよ。っていうか、笑うセールスマンってご存知ですか？私と同世代の方だったら絶対知ってると思うんですけど、藤子不二雄 A さんが作った、なんていうか、アニメなんだけど、もう明らかに子供向けじゃなくて、ブラックユーモアのアニメなんですね。で、リアルタイムだと、その当時はなんか深夜枠のバラエティ番組の中で放送されてたと思うんですけどね。当時私、いくつ ?10 代前半ぐらいだったかな。わかんないけど、それぐらいまだ子供だったので、もうそれ見た時の強烈な印象が残っていて、なんていうか、笑うセールスマンって、藤子不二雄さんってさ、言うまでもないけど、ドラえもんの作者ですよね。で、その方が作ったアニメなんだけど、ドラえもんとは全く異質の、不条理アニメっていうのかな、ああいうの。もぐろ福蔵っていうメインキャラクターが、毎回、たまたま出会った人をダークサイドに突き落とすみたいなアニメなんですけど、もうそんな、もぐろ福蔵に出会っていなければ、普通にそこそこ幸せに暮らせていたはずの人たちが、毎回何の理由もなく、ダークサイドに突き落とされるっていう、すごい不条理なアニメで、そういうジャンルのものに初めて触れたんじゃないかな。今でもトラウマとまではいかん。トラウマとまでは言わないけど、強烈に印象に残っていたので、それが今、プライムビデオで見れるっていうのをたまたま知って、懐かしいと思いながら、今見たらどんな感じなんだろうなって思って見たんですけど、やっぱり不条理アニメでしたね。で、その中の31話か32話ぐらいだったと思うんですけど、編み物の話が出てくるんですよ。で、これ別に全然おすすめでも何でもない。むしろ、後味悪いので、
自己責任でっていう感じなんですけど、ぜひ気になる方は見てみてほしいです。まだ今、配信してんじゃないかなと思うので、ぜひ興味ある方は見てみてください。なんていうか、90年代の編み物に対する、なんか世の中的なイメージっていうものが、こんな感じっていう衝撃が走ると思うので、ぜひ興味があれば、怖いもの見たさで見てみるのもありかと思います。はい。ということで、今回は、特にお役立ち情報もない雑談動画ですが、最後まで見ていただきありがとうございました。また、こういう雑談動画とお役立ち情報の動画とかアップしていきたいと思いますので、雑談動画も好きだったよっていう方は、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。あとコメントもお待ちしてます。こんな編み物が出てくる作品知ってるよっていうのがあったら教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。